国ソウル地下鉄ウルチロサーガ駅。着いた。てか何回来てんねんウルチロ。さて今日行くところはこっちやな。てか俺もうウルチロ博士やからな。もうこれ今日はミント行こう。投げ捨てたろ。じゃあ行くで。パンサン市じゃん。前もここ来た。食べ物とか売ってる市場ではない。ほらもう俺よう知ってる。頭の中に地図は入ってる。今日行くところはこっち。完璧にポーズ決まったな。意気揚々と歩いていくで。ウルチロが俺を歓迎してる。みんなついてこい。周りには注文受け付けていろんなものに印刷してくれるお店が並んでる。ちょ待って。この辺見たことない景色。さっきここ通らんかった？でこっちはいやもうほぼ一緒や。何がウルチロ博士や。博士号なんて取れるか。地図が必要や。もうテクノロジー万歳や。こっちビルやで。道なんかあれへんがな。とりあえずは信じて行ってみる。お邪魔します。お邪魔しました。出ることは出れてんけど、なんやここ。不安や。これ向こう側行ったらいきなり過去とか未来とかに飛ばへんから大丈夫かな。文字が道が続いてる。なんか嬉しい。テクノロジー万歳。あれさっきここ通れへんかった？いやもう全然わからん。テクノロジーが示す先はまた細い路地。俺は迷いの子羊や。ねえなんて言ってたら雨が降ってきた。いやもうちょっと待ってや。もう迷うし雨は降るし急ごう。キラン。ちょっと急がなあかんし貸してもらおうかな。これ乗りたかってん。そういや俺韓国でのバイクの免許はないわ。キラン。いやもう真っ赤。いやもうこの自転車消防隊員か郵便局員しか乗られへんで。こんなんでこんな真っ赤なってんの。ちょっと怖いわ。この後持ち主の方が来られて全身服真っ赤やった。俺も赤好きやからわかるけど。和牛とは。いや大体こういうのってレストランの中に書いてへん？倉庫みたいなとこに書かれてんねんけど。そういや一時期韓国で和牛っていう看板が増えて和牛って思ってんけど、韓国にある和牛は大体がオーストラリア産だから日本の神戸牛のような和牛ではなく和牛というブランドのオーストラリア産のお肉ってなことがここには書かれてる。でもこの辺はややこしいなと思いながらも牛肉はうまいよね。今日牛ちゃん危ないもう牛肉に浮気するとこやったで。もういいとこだ。行くで。着いた。早くもっこし。もうここも昔ながらの雰囲気がする。入ろうかな思ったらここ厨房やった。すぐ横にまだ似たようなところがあり二重扉になっているところを入店です。こちらのメニューめちゃくちゃシンプル。昼はキムチチゲ、夜はサムギョプサルのみ。今日はキムチチゲを食べたかったからわざわざ昼間の時間に来た。ただ夜の時間帯でもサムギョプサルを頼めばキムチチゲというデザートがついてくる。そしてここは何といっても野菜で巻いて食べるキムチチゲ。健康なってまうわ。店入る時にちょっと見えてんけど、これガマちゃんが認めるうまい店。金の盾よりもこれ欲しいな。そして100年以上存続できるように支援されている100年店にも選定されている。入店して椅子に腰を下ろした瞬間もう運ばれてきた。メニュー一つしかないから注文する必要もなし。ちなみにこれは2人前。ガスコンロつけてくれって言われたから俺の右手が動き出す。やこの火の音聞くだけでもうお腹減ってくるような。ガマちゃんやってもうた。さっきやったとこやのに。진로이즈를하나만 주세요。鍋と同じでこれも早い。店員さんのマジックショーやなんて言いながら用意してくれた基本のおかずはドトリム、浅漬けキムチ、角的、サムジャン、黒米が入ったご飯、そしてなんといっても野菜の数々。右から左からも野菜。そしてガマちゃんが認めるうまいお店でぐるぐる。今日はガマちゃんの行く方向へ俺はただついていくぜ。ローリングとか言いながらさっきちょっと忘れてたくせに。控えめに言うてキムチチゲと焼酎は正義やで。まだできてへんから匂いだけ。この余韻で一杯。春雨や急ぎ自転車遠坂。ありがとうございます。まずは焼酎を入れた口にはこのドトリム。ごまがいっぱいついてきたけどごまの風味で癒されよう。プルプルさせて素早く一口。なんかこれ食べたらマッコリ飲みたくなるけど浮気は禁物。酒ついていく言うたばっかりやからな。
鍋からはええ感じの湯気が出てきてる。ちょっと見たろ。こんにちは。うわー、ブクブク言うてる。蓋を縦にしながらじっくり観察。もっとブクブクさした方がええらしいから、ちょっとさようなら。じゃあその間に、手で食べるもんやしな。綺麗にね、拭いてから食べていかんと。ガマちゃんのおすすめの店やから恥かかしたらあかんで。赤高菜を1枚、それを小さく丸めてサムジャンにしっかりとつける。待ってる間の口寂しさにパクリ。これが葉っぱの力。ほんまくだらんことやめて服脱いでいこう。シャキン。さてそろそろどうやろう。うわ、来たで。盾の後ろに隠れて完成です。もう見てるだけでよだれ出てくるわ。まずは中に入っている豚肉を豆腐の上にひな。やっぱりキムチチゲやからな。キムチも同じく肉の上に。キムチとお肉を一緒に持ってきてフーフー。ちょっと垂れそうやな。フーフー見とれてしまう。嘘、一口。キムチチゲの頂点というゴールを目指し、豚肉とキムチがスピードを競うグランプリが開催されてしまう。キムチチゲはもちろんキムチの味で左右される。熟成の進んだこの酸味がある新キムチの味が口の中に入れた途端一気に広がる。店員さんの持ってくるスピードと比例している。これは止まらんぞ。ガマちゃん、なんていうところに連れてきてくれたんや。息が漏れる。焼酎飲んだらやっぱりこのスープやろう。俺の中ではもうこれは栄養ドリンクや。すする。やっとお目覚めの時間です。これはうまい。ほんまは最初に食べたかったこの豆腐。存在感が大きすぎてビビってた。豆腐だけすくい上げよう思ったら肉までついてきたからちょっと待ってて。半分に切ったのにもかかわらずこの大きさやで。いやー、もうずっと見てたら遺跡みたいに見えてきた。ほら。そして大きく一口でいく。熱いけどうまいわ。ほら、もう口が汽車みたいになってるもん。ほほー言うて。食べたらすぐ欲しくなるこのスープ。ごくり。そして肉もパクリ。ここの豚肉は脂身が多かったりするからもっと煮込んだ方がうまなんで。おお、忘れてた。ここの醍醐味はこれやで。サンチュを1枚、ビートも1枚。ビートの刃振り回したらこうやって口の中も涼しなるわ言うてね。とりあえずアホは無視してご飯は葉っぱの上に乗せる。ギュッと。そしてキムチチゲの中からお肉をつかみ、その上に乗せる。そしてキムチも忘れずに仲良く葉っぱの中で横たわる。しっかりと食べやすい大きさに巻いて口の中に放り込む。キムチチゲをこうやって葉っぱに巻いて食べるなんてすごい斬新やけど、野菜のシャキシャキ感も加わってこれは最高やな。調子に乗って唐辛子。料理がうまいとすぐ調子に乗ってしまう男。あかん、辛い。飛び跳ねてしまうぞこれは。ただ飲んでも辛さは増すばかり。これが本当の姉妹です。ほんまこんなとこでドラマのセリフ使ってる場合ちゃうって。このドドリムってちょっと辛さ抑えてもらおう。ここ最近食べた唐辛子の中で一番辛かったで。キムチチゲの前で少し落ち着こう。無理、このキムチチゲの前で落ち着けるわけなんかないやんか。下から立ち上ってくる匂いだけでもうこの表情やで。次は落ち着いて食べれるようにお皿の上に取っていく。手に伝わってくるお皿の熱伝導の速さに感嘆しながら、さて次はどうしよう。ケールを1枚、赤高菜も1枚、大きい葉っぱだけを摘み取っていく。なんでかわかる？一口でいっぱい食べたいからや。ほら、おまけでご飯のしてる豚肉。そしてお鍋の中には小さなエリンギも入ってる。そして我こそはと言わんばかりの大きめキムチを乗せていく。だいたいこうやって巻くときはいつも入れてから気づくねん。入れすぎてんねん。もうほんま恥ずかしいわ。こんな欲望丸出しを全世界に発信してんねんで。けどこの断面図の美しさ、そして大きく一口。やっぱキムチチゲの味がしっかり濃いから野菜に負けてへんねん。もうこの辺からはなんだかんだで食べ方は自由。葉っぱの上にご飯をのせ、サムジャンを少々。そのまま一口で食べた後、角滴をつかみ、大根のパリパリとした音とともに普通の食事のように食べてもよし。そしてご飯を食べたら汁物だと言わんばかりに豆腐を持ち上げ、おお、セーフ。お豆腐を食べて少し落ち着いたところでスープ、
そしてガマちゃん、一連の流れに終止符を打つガマちゃん。あ、そういや目の前のキムチチゲに大興奮しすぎてこれ忘れてたわ。いろんな野菜で作られている浅漬けのキムチ、焼酎を入れた口には最適っていうか、このヤンニョムめちゃめちゃうまいねんけど。次はチンゲン菜。これって一枚一枚巻いて食べんの？俺の欲望からしてみたらこれはちっちゃいで。ってことでそのままサムジャンにつける。チンゲン菜俺好きやで。この音、いきなりみずみずしさが口の中に入ってきた。これは交互に食べていくんがベストやな。まかんでも取りすぎる。まあお皿の上に戻っていったけど。そして残ったチンゲン菜の葉っぱ、これ友達とかと来たら焼酎何本でも開けてしまう危険なスープ。ここはソウル三大キムチチゲと言われているお店の一つだから人多いやろなと思ってランチ時間をかなり外してきた。でも人はめちゃくちゃ多かった。俺の手の中もめちゃめちゃ多い。作るたびに多くなっていってるからね。俺ちょっと小さな花束や。それもまた大きく一口でパクリ。もうこの店で顎外れてもうたら助けてもらおう。だいぶ少なくなってきたな。考えて食べなあかんでこれ。ただこのお店夜はサムギョプサルというメニューがあるけど、キムチチゲ1本だけでやってる店ってなかなか少ないで。まあそれだけ自信があるということ、そして食べたら納得できるということ。昼間から酒飲んでる俺みたいな人も多かった。韓国はなんだかんだでスープで酒を飲む文化やからな。さすがガマちゃんが勧めてくれる店だけのことはある。野菜たちもだいぶ少なくなってきたな。まあご飯を乗せていくんやけれども、ほんまにここから気ぃつけていかなあかん。食べ過ぎたらあかんからな。まあここまでにしとこう。キムチチゲやからな。最後にはやらなあかんことがある。とりあえず巻いて食べていくのはここで最後。キムチチゲを巻いて食べるって初めてしたけど、チゲ自体がうまいからすごくおすすめ。小休憩でドトリム。俺はこれを食べてさらに高みを目指す。しっかり準備運動して、さあ行くで。残ったキムチチゲを残しておいたご飯の上にぶっかける。まだまだ。俺はこれをするために調節してたからな。角度を変えてもう一杯。最後におまけにもう一杯。俺は世界の財宝を手中に収めた。ちょっと我慢できひんよなと思った。すかさずご飯とまんべんなく混ぜていく。もうこれはニヤついてまうな。出た出た、俺の前に立ちはだかるこのビジュアル。スプーンですくい上げ、すかさず一口。口に入れた瞬間、脳内にデザートという文字が浮かび上がる。ご飯物には角的もよう合う。それもすっぽり口の中へ。そして止まらない右手、負けじと左手も動き出す。しっかりとサムジャンにつけてあげ、一気に大きめの草食動物のように平らげる。これが燃料となったのか、もう止まらない。止まった時はまたおかず。よく煮詰めて少し濃くなったキムチチゲは、こういうご飯とやっぱりよくある。ものの数分で完食。少し残ってた野菜たちもしっかりお口の中に入っていく。さて、そろそろ最後の一杯ぐらいになってきたな。今日はガマちゃんが勧めるうまい店だから、そんなガマちゃんも最後の一滴まで。焼酎によう合うスープやった。本日最後の一杯。あ、残ったキムチチゲをスプーンでかき集め、こちらも最後の一滴まで。もう一滴落ちた。この味はまた思い出すやろうな。これ絶対また来るで。そしてもう一個思い出してしまうもの、この音。やっぱり俺は大型の草食動物やったんかな。ほら、一枚の葉っぱも残さない。ウルチロサーガ駅にあるソウル三大キムチチゲにも数えられるキムチチゲの専門店。豚肉とキムチが作るスープは最高やった。そんなに辛くないから辛いの苦手な人でも全然食べれるキムチチゲ。いやー、大満足や。あれ、いきなり食堂の入り口にフンミンジョン書かれてる。なんで？やっぱこの辺は美味しい店多かったりするよな。またなんか書かれてる。ゴミを捨てるところを見つけたらします。馬で殴り続けます。こんなとこにゴミ捨てるやつもあかんけど、こんなこと書かれたら怖いわ。あかん、早く立ち去ろう。俺はまだ美味しいもん食べて生きていきたいんです。
잘 먹었습니다.